皆様、おはようございます。今朝の目覚めはいかがでしたでしょうか。窓を開けると、澄んだ秋の風が静かに部屋を通り抜けます。台所からはお湯の沸く優しい音が聞こえてきます。長年連れ添った夫婦のいつもと変わらない穏やかな朝の風景です。けれど、最近、ほんの少しだけ夫の背中が小さく見えました。朝起き上がる時に小さく漏れるため息、食卓に向かう足取りが以前より重いように感じます。日本の長寿を支えるのは特別な薬ではなく、毎朝の小さな一杯かもしれません。湯飲みを持つ夫の指先がかすかに震えているのを妻は見逃しませんでした。お父さん、お茶が入りましたよ。妻の優しい声にも夫はただ静かに小さくうなずくだけでした。いつもなら新聞を広げて今日の天気を話すはずなのに、定年を迎えてから数年が過ぎ、日々の張り合いが少しずつ薄れていくような、そんな静かな違和感がこの家の朝にそっと忍び寄っていました。100歳まで元気に生きる人は一体朝一番に何を口にしているのでしょうか。その答えをこの時の2人はまだ深く知りませんでした。夫の健一さんは今年で72歳になりました。真面目に働き続け、家族を支えてくれた人です。しかし、ここ半年ほど、朝の目覚めがすっきりとせず、体の重さを訴える日が目に見えて増えていました。なんだか最近、体の芯が重いんだ。そうつぶやいては額に手を当てます。血圧計の数字を気にして深いため息をつく回数も自然と増えていきました。階段を降りる足音も以前のような軽快さはなく、一段一段を確かめるようにゆっくりとした歩幅になります。朝食の席についてみてもお箸の進みが遅く、大好きな白米を半分も残してしまいます。食欲がないのかい？よしこさんが尋ねると、いや、胃が重くてね。そう答える声には以前の元気がありません。年齢のせいだろうか、それとも何かの前兆か。はっきりとした病気ではない。けれど確実に蝕む日々の活力の低下。朝の光が眩しすぎてカーテンを閉めてしまう夫。その横顔を見つめながら、よしこさんの心の中に言葉にならない不安が静かに降り積もっていきました。かつては毎朝誰よりも早く起きて庭の草木に水をやっていたあのたくましい夫の姿が遠い過去のことのように思えてならなかったのです。夜、夫が寝静まった後、よしこさんは一人居間の明かりを落とし静かに座っていました。このまま弱っていってしまうのかしら。ぽつりとこぼれ落ちた言葉は暗い部屋の中に重く吸い込まれていきました。病院の検査では加齢によるものですねと簡単な言葉で片付けられ、かえって途方に暮れてしまったのです。何気ない日常が音を立てずに崩れていくような恐怖。ふと長野の田舎で一人で元気に暮らしている101歳になる義母の姿が頭をよぎりました。義母の千代さんは100歳を超えた今でも毎朝自分の足で起き上がり、畑に出て野菜を収穫します。老眼鏡も使わずに新聞の隅々まで目を通し、風邪一つひいたことがありません。お母さんはどうしてあんなに元気なんだろう。夫も昔不思議そうに笑っていました。思い切って週末に2人で長野の実家を訪ねてみることに決めたのでした。弱気になっていく夫の手をそっと握りしめながら、お母さんに会いに行きましょう。そう優しく促した時、夫の瞳にほんの少し懐かしい光が宿ったようによしこさんには見えました。長野の山あいは澄んだ空気に包まれていました。古びた木造の家の玄関で2人を出迎えてくれたのは、背筋が驚くほど伸びた101歳の千代さんでした。よく来たねえ、健一、よしこさん。その声には張りとぬくもりがあり、
とても100歳を過ぎたとは思えないほどでした。翌朝、2人が起きると、台所からはすでにトントンとリズミカルな包丁の音が響いていました。朝の澄み切った光の中で、千代さんは手際よく朝食の準備をしています。お母さん、毎朝こんなに早くから？よしこさんが声をかけると、千代さんは嬉しそうに振り返って微笑みました。朝の体を整えるのが一番の楽しみなんだよ。お盆の上に並べられていたのは、色とりどりの小鉢と温かいお味噌汁、そして見慣れない艶を放つ小さな一皿の納豆でした。健一、顔色が優れないね。まずはこの朝ごはんをゆっくり食べてごらん。母の温かい一言が健一さんのこわばった心を静かに解きほぐしていきました。お母さん、この納豆、少し香りが違いますね。よしこさんが尋ねると、千代さんは優しくうなずきました。これはね、酢納豆だよ。お酢を小さじ1杯、納豆に混ぜるだけなんだ。100歳長寿の知恵の第一は、この酢納豆にありました。血管の若々しさを保つ納豆キナーゼは、血液の流れを助けると言われます。そこにお酢の酢酸が加わることで、血圧の急激な上昇を抑え、カルシウムの吸収を高める助けになります。千代さんは小鉢の中でお箸を細かく動かします。お酢を入れると、ふわっと白い泡が立ち、驚くほどクリーミーになります。泡がしっかり立つまで50回ほど優しく混ぜるんだよ。健一さんも真似をして、ゆっくりとお箸を動かしました。口に運ぶと納豆独特の匂いが安らぎ、さっぱりとした酸味が朝の口の中に広がります。これは食べやすいな。胃にすっと入っていくようだ。久しぶりに見せた夫の笑顔に、よしこさんの胸が熱くなりました。次に千代さんが差し出したのは、湯気とともに芳醇な香りが漂う具沢山のお味噌汁でした。2つ目はね、毎朝の温かい発酵の力だよ。大根、人参、ごぼう、そして干し椎茸と豆腐、お椀からあふれんばかりの根菜が入っています。朝一番に冷えた内臓を温めることが巡りを良くする基本なんだよ。根菜に含まれる豊富な食物繊維は腸の善玉菌の餌となり、腸内環境を穏やかに整えます。だしは煮干しと昆布から前夜の水出しで丁寧に取られ、減塩でも驚くほど深いコクがあります。健一さんは両手でお椀を持ち、ゆっくりと汁をすすりました。ああ、体の奥まで温かさが染み渡るようだ。喉を通るぬくもりが硬くなっていた胃腸を優しくくるみ込んでいくのが実感として伝わってきます。お味噌も発酵食品だからね。腸が喜んで動き出すんだよ。千代さんはそう言って目を細めました。そして3つ目の秘宝は、食前食後にいただく一杯のぬるめの緑茶と梅干しでした。熱湯ではなくてね、少し冷ましたお湯で入れるんだよ。千代さんは急須から美しい若草色のお茶を注ぎます。カテキンやビタミン C は血管の酸化を防ぎ、朝の体を清潔に目覚めさせます。さらに昔ながらの梅干しに含まれるクエン酸が胃液の分泌を自然に促し、溜まった疲労物質を優しく洗い流してくれるのです。酸っぱいけれど、これが一日のお守りなんだよ。健一さんは梅干しを少し崩し、お茶とともに口に含みました。眉間にあったシワがふっと緩んでいくのが分かりました。お母さん、なんだか体が内側からポカポカしてきました。そうだろう、特別なご馳走はいらないのさ。体が喜ぶものを少しずつ毎日続けることだよ。2人は母の言葉を一言一言心に深く刻み込みました。東京の自宅に戻った翌日から、我が家の朝の景色は静かに確実に変わりました。目覚まし時計が鳴る前に、台所からはお出汁の優しい香りが漂い始めます。よしこさんが大根を刻み、健一さんは自分の手で
酢納豆を混ぜる係になりました。お父さん、今日もきれいに白い泡が立ちましたね。ああ、50回しっかり混ぜると本当にまろやかになるね。以前のような重苦しい沈黙はそこにはありませんでした。毎朝酢納豆を一口、温かいお味噌汁を一杯、無理な運動をするわけでもなく、ただ体に良い習慣を夫婦で慈しむように続けました。1ヶ月が過ぎた頃、ふと気がつくと夫の歩く速度が戻っていました。朝階段を降りてくる足音にしっかりとした力強さがよみがえっていたのです。よしこさん、今朝は体が軽いんだ。庭の木の剪定でもしようか。そう言って笑う夫の頬にはうっすらと健康的な赤みが戻っていました。血圧計を見る夫の表情からもあの暗い曇りが消え、今日もいい調子だと穏やかに微笑むようになったのです。劇的な変化ではありませんけれど、日々の小さな積み重ねが夫の体の巡りを本来の健やかさへと導いてくれたようでした。年齢を重ねるということは何かを諦めることではなく、自分の体をより深く愛してあげることなのかもしれません。長寿大国と言われる日本で100歳を超えてなお輝く先人たちが教えてくれたのは、決して手の届かない飛躍ではありませんでした。納豆にお酢を一滴加えること、朝の温かいお味噌汁でお腹を温めること、一杯のお茶に心を込めること、そんな小さな愛おしい習慣が私たちの血管を守り、明日への活力を生み出してくれます。皆様の明日の朝食にはどんなお皿が並ぶでしょうか。もしよろしければ明日の朝、いつもの納豆にお酢を少し垂らし50回優しく混ぜてみませんか。白くクリーミーに泡立つその一発が皆様と大切なご家族の健やかな一日をきっと静かに支えてくれるはずです。今日も皆様にとって心穏やかで温かい一日となりますように。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。